いらっしゃいませ。このチャンネルでは包丁研ぎやお料理をより楽しむための情報をお届けしていきます。切り口独特。こにイソピオ。私からちょっと近況トークというかね、ちょっと大発表をしたいと思います。なんとウプ主またぎっくり腰やっちゃいました。またやっちゃった。痛えよ痛え。それね、まあひどいのよ。いいね、いいね。私、かわいそうな人大好き。ワクワクしませんか皆さん。ねえ、ワクワク、ワクワク。くずいなぁ、マジでくずいなぁ、この人。だってしょうがないじゃないですか。北の不幸は蜜の味。まさに優越。そうなると笑っちゃうタイプなんだって。ところで話は変わりますが、あれ今日は何をするんですか？さあどうすんだんだ。今回は3つの砥石を比較してみようと思います。こちらの砥石は全て1000番相当になっています。楽しみだな。これはあるあるだね。お約束だね。確かにね。自分なりの美味しいポイントを探してみるのもいいんじゃないでしょうか。ね。それでは皆さん最後までご視聴ゆっくりしていってね。よーし、それじゃあ早速ではではよろしくです。こちらこそだよ。では早速こちらにゃ。そこに置いといて。はい。どこまでできるかはわかりませんが、お手伝いさせていただきます。流行る気持ちを抑えきれない。後でいっぱいモフモフしてあげるね。素晴らしいじゃないの。ぜひぜひ頑張ってくださいよ。じゃあ次。可愛くないこれ。王道だね。王道だけどよくない？良い。とても可愛いのです。超可愛いですよ。みんなの視線を釘付け。はあ、可愛い。まあ、それは置いといて。じゃあ次。はい、そしてその3。あらま、見ているだけで心が休まりますの。みんなも好きなパワーストーンなどはございますでしょうか？もちろんありますよ。あるね。あるある。教えてくれたら嬉しいです。見て、この可愛いが詰まったやつ。わーお、クレープみたいになってる。おしゃれ。そうは見えなかった？まあ、それは置いといて。こちらの3つの砥石を比べてみようと思います。だったら、とりあえず3サイズでも教えといてあげたら？オケマル。では早速やってみましょう。まずは長さから上から微水 220mm。長いよこれ結構さ。長いかな？いや普通です。普通ですからやめてください。逆に恥ずいです。続いて合計 210mm。最後に黒幕同じく 210mm。ありがとう。じゃあ次。幅は右から微水約 91mm。広がるね。楽しいが広がっていくじゃないですか。黒幕は約 70mm。そして合計が約 75mm でした。なるほどね。そしてですね、厚さは右から微水約 68mm。続いて合計が約 32mm。最後に黒幕が約 15.5mm です。そんな存在であります。そうそう。そして重さですが、軽い順に黒幕が 587g、合計が約 1.1kg、最も重いのが微水で約 3.2kg です。重たい。持って。超重いです。なんかふざけてますみたいな態度だったんですよ。いい意味でね。自分の扉がどんどん開けるならどんなことでもやりますよ。じゃあそれで。素晴らしいじゃないの。じゃあ次。本番はここからだよ。ここからはこちらのコーナーをお届けします。この砥石に水をかけて包丁を研いでいきます。まずはですね、こちらの3つの砥石の特徴をご説明します。長い。長い。これを全部？まずはシャプトン社の刃の黒幕ですが、こちらの砥石は水に浸す必要はございませんが、ご購入後初めてお使いになる場合は、ご使用前5から6分砥石を水に浸していただくと、より滑らかな研ぎ感が得られますとメーカーのウェブサイトに掲載されています。なるほど。低めのねハードルでいいことですよ。そして次。続いて SK11 ブランドより微水砥石の上白砥ですが、こちらも一般的な砥石と同じく使用前によく水を吸わせてくださいとのことでした。ウプ主の感覚ではこちらの砥石も5分程度の浸水で十分とのことでした。聡明で頭がよく今の状況について分析して解説してくれていますね。ご覧のように気泡返しから出てきます。この気泡が出なくなるのが約5分といったところです。
あ、なるほど。最後に合剣ですが、こちらは低く水を張ったトレイに砥石を入れて、砥石の色が変われば給水が完了です。実際に見てみましょう。私も気になる。とても気になるのでぜひやってみてください。皆さん、いいですか？直視。まっすぐ見る。どう？直視は目をそらさないでまっすぐに見つめること。もう心配性だな。そんなの言われなくたって分かってるよ。気に入ってくれた？嬉しい。じゃあ次。はい。実際にリアルで。包丁を研いでいきます。まずは刃の黒幕1000番から研いでみましょう。刃の黒幕の特徴ですが、高い検索と研磨力、すぐ研げる、変形しにくい、匂わないなどが挙げられます。その中でも他の1000番とは比べ物にならないぐらい高い研磨力がこの砥石の長所だと思います。ごきげんようでございますわ。なのでここは贈り物としてぜひ、女の子なら見た目の可愛らしさも相まってきっと喜んでくれるでしょう。参考までに写メを貼っておきますね。ツンク。ほっほっほ。なんてね。気に入ってくれた？嬉しい。いろいろ持ってきたんだよ。私と一緒ですわ。じゃあ次。では次に合剣プロですが、刃の黒幕1000番よりやや柔らかで研磨力は劣るが上品な研ぎ心地です。黒幕1000番とは明らかに違う研ぎ味、そして天然の中砥のような美しい仕上がりがこの砥石の特徴でしょう。研ぎ汁も出やすく、初心者の方でも研ぎやすい素晴らしい1000番の砥石の一つだと思います。はいはい、確かにスマイリングがスパイラル、世界的に人気だなと改めて実感しています。すぐに映像を見たんですが、びっくり。めちゃくちゃかっこよくて、ぜひとも皆さんにも見に行っていただきたいなと思っております。あ、すごい。見事。すごいよね。ちょっとびっくりしちゃったもん。なんか自分じゃないみたいで。いやー、こいつは大変だ。有名になっちゃったね。興味はどうかな。見どころ満点でした。ぜひぜひ頑張ってくださいよ。じゃあ次。では最後は SK11 ブランドで販売されている天然砥石、美水砥石の上白糖を使って研いでみましょう。最後さえ切ればいいね。終わりよければ全て教えて。こちらの美水砥石はご覧のように人工砥石に比べて研磨力が弱めです。しかしながら研ぎ進めると粒子が微細化し、最終的には2000番相当の仕上がりに近いとウプ主は思っています。はあ、なるほどね。でもまあ地球は丸いからな。大丈夫、頑張りぼん。でもあれよ、ご利用は計画的にだわ。いいじゃん、別に。みんなでなんかやるって楽しいじゃん。なんとかなるんじゃない？というか、なんとかさせる。いや、なんとかしろ。まあ、あんまり記憶はないですが、まあ、非常に貴重な体験ができたなと思います。さてさて、皆さんの想像通りでございます。これが見たかったやつだ。あらま。そんな凛々しい目で見つめられると困ってしまいます。なんか違う。なんか思ってたのと違う。どうしようこれ。見た目は非常に気に入っていますが、刃先の仕上がりは想像と全く違っていました。人工砥石に比べて刃先がややガタガタになってしまいました。しんどい。どうしようこれ。もう、みんないいですか？じゃあ皆さん、プーってほっぺた膨らましますか？せーの。いやはや、どうしてこうなった？どうしてこうなった？どうしてこうなったあたし、遅かれ早かれ、こうなることは分かっていました。残念ですね。もうほんと、悔しいです。だがしかし、いやーすごかった。もうめちゃくちゃ感動するので、ぜひとも見てほしい。それじゃあ今後とも、よろしくお願いします。それではこれからもお体に気をつけて元気に頑張りぼんしてください。ご視聴ありがとうございました。あら、もう終わり？はい、今回は終了です。だから今は、露骨な宣伝。たまに利用しよっかな。なるほど。あ、なるほど。そういうことなら私に任せなさい。します。ついでに教えといてあげるけど。なにチャンネル登録、コメント、評価。どうかお願いします。